衝撃の映像7億ドルの男が足を引きずる姿。華やかな世界の裏で、球団が隠蔽する不都合な真実とは、メディアが報じない、大谷翔平に迫る最大の危機。その引き金となった、たった一瞬のプレーをあなたは目撃することになる。皆さん、こんにちは。今日のテーマは、我々のヒーロー、大谷翔平選手に起きた戦慄の瞬間についてです。多くのファンが固唾を飲んで見守ったあのプレー、そしてその裏に隠された、あまりにも大きな代償。こんなこと、信じられないでしょう？しかし、これがスーパースターが背負う現実なのです。今日は、報道の断片だけでは決して見えてこない、彼の苦悩とチームの思惑、そして我々ファンが本当に心配すべき点について、深く掘り上げていきます。そもそも、現代のメジャーリーグという巨大な商業主義とスポーツの極限状態が交差する地点において、一人のアスリートの肉体はどれほどの負荷に耐えうるのでしょうか。隠された真実知られざる代償という言葉が示すように、表舞台の華やかさと裏腹に、その内部では常に過酷な綱渡りが繰り広げられているのです。事件が起きたのは、ポストシーズンでの対戦の可能性も囁かれる強豪、アトランタブレーブスとの一戦でした。ドジャースは当時、シーズン最多タイの6連勝中と波に乗っており、チームの雰囲気は最高潮。その中心にいたのが、誰あろう大谷翔平でした。この試合でも1番 DH で先発出場し、彼のバットからチームの勝利への道が切り開かれると、誰もが信じて疑いませんでした。しかし、その期待に満ちた空気は、第1打席で早くも不穏な影を落とし始めます。カウントに、1からの4球目、ブレーブスの先発ウェルダーが投じた鋭いスライダーに、大谷のバットが空を切ります。しかし、問題はその直後でした。振り抜いたバットが捉えたのはボールではなく、たならぬ彼自身の左足だったのです。鈍い打撃音とともに、砲球が足に直撃。その瞬間、いつもはポーカーフェイスを貫く大谷が、思わずと大きな声を上げ、顔を苦痛に歪めました。スタジアム全体が一瞬、静まり返りました。テレビの前で固唾を飲んでいたファンも、思わず息を飲んだことでしょう。ベンチからすぐにトレーナーが飛び出すかと思われましたが、大谷はすぐに心配するベンチに向かって笑顔で親指を立て、大丈夫だと力強くアピールしました。このプロフェッショナルな姿勢に多くの人は安堵し、さすが大谷だタフな男だと称賛の声を送りました。しかし、ここにこそ最初の大きな落とし穴があったのです。本当に、彼は大丈夫だったのでしょうか？それとも、7億ドルという巨額の契約がもたらす計り知れない重圧が、彼に大丈夫だという嘘をつかせる動機になってしまったのでしょうか。この自打球は、後に起こる悲劇への、ほんの序章、すなわちプロスポーツ界に潜む構造的な病理の始まりに過ぎなかったのです。試合はドジャースが3点を追いかける厳しい展開へと突入します。投手陣が踏ん張れず、先発のグラスノーが初回に3点を失う苦しい立ち上がり。しかし、そこはスター軍団ドジャース。打線も粘りを見せます。2回にすかさずに点を返し、1点差に詰め寄ると、なおも逆転のチャンスという絶好の場面で第2打席の大谷打席が回ってきました。球場のボルテージは最高潮に達し、観客席からは割れんばかりの大歓声が送られます。ここで一発が出れば、試合の流れは完全にドジャースのものになる。ファンは誰もが固唾を飲んで見守りました。フルカウントまで粘った末、外角低めの球を大谷は自信を持って見送りました。しかし、捕手のマーフィーが即座に ABS チャレンジを要求。無情にも判定は覆り、見逃し三振という結末に、この判定の是非をめぐっては後に多くの議論が巻き起こりましたが、大谷は静かに、淡々とベンチへ下がりました。彼の表情からはわずかに悔しさがにじみ出ていましたが、それ以上に、先ほどの自打球の影響がどこかに残っているのではないかという、言い知れない不安がファンの心をかすめました。そして4回、ドジャースはついに同点に追いつき、試合は振り出しに戻ります。なおも勝ち越しのチャンスが続く中、大谷に第3打席が巡ってきました。しかし、内角高めの厳しいボールに完全に詰まらされ、痛烈な当たりは無情にもレフトライナーに、好機をものにできず、彼は思わず天を仰ぎました。この時、彼の走塁やスイングには、まだ目立った異変は見られませんでした。だからこそ、誰もがこの後に待ち受ける悪夢のシナリオを想像だにしていなかったのです。試合は3の同点のまま、緊迫した終盤戦へと突入していきます。そして、運命の7回裏、大谷の第4打席が訪れました。
マウンドにはブレーブスの2番手、手強いサウスポーのディランニーが立ちふさがります。カウントに、2からの5球目、大谷が捉えた打球は、野手正面の平凡なファーストゴロでした。しかし、ここからが問題の、そして全てを物語るシーンです。大谷は、いかなる状況であっても、どんなに凡打に見える打球であっても決して諦めない、その全力疾走を自らの信条としています。この時も例外ではありませんでした。一塁ベースカバーに入った投手リーとの文字通りの競争。大谷は自らの足の痛みを抑え込むようにして、すべての力を振り絞り、地面を強く蹴りました。しかし、結果は間一髪のところでアウト。アウトになったこと自体は、長い野球のシーズンにおいては日常茶飯事の光景です。問題は、その直後でした。一塁ベースを駆け抜けた大谷の動きが、どう見ても明らかにおかしかったのです。彼はスピードを緩めながら、左足を露骨に引きずるような、痛々しい素振りを見せました。そして、そこからベンチへ戻るその足取りは、球場にいるすべての人の目に重く、そして残酷なまでに痛々しく映りました。その瞬間、球場は再び水を打ったように静まり返り、テレビの前で応援していたすべてのファンの血の気が引いたはずです。NHK、BS で解説を務めていた元メジャーリーガーの岩村明則氏が、思わず絞り出した何もなければいいんですけどねという言葉は、画面の向こうにいるすべてのファンの心の声を完璧に代弁していました。あの全力疾走、あの打球であれば、少し流して走ったとしても誰も彼を責めることはないでしょう。しかし、彼は決してそうしなかった。それが大谷翔平という男の野球に対する美学であり、圧倒的な素晴らしさであると同時に、彼のプロとしてのキャリアそのものを根底から脅かす最大のリスクでもあるのです。彼のその妥協なき姿勢が、どれほど凄まじい負担を彼の生身の身体に強いているのか。私たちは、彼の超人的な記録や華やかな活躍の裏にある、生身の人間の痛みと限界を、無意識のうちに見過ごしていたのかもしれません。ベンチに戻った大谷の姿を、中継カメラは執拗に、そして冷酷に追い続けました。彼は専属トレーナーと短く、しかし緊張感のある言葉を交わした後、非常に険しい表情のままベンチ裏へと消えていきました。この瞬間、ドジャースファン、いや、世界中の野球ファンの心臓は完全に凍りついたと言っても過言ではありません。前シーズン、右肘の靭帯を損傷するという大怪我を負い、今季は打者に専念しつつ、最近ようやく投手としても本格復帰への険しい道を歩み始めた、まさにその矢先の出来事でした。ほんの少しの違和感であっても、ファンが最悪のシナリオを想像してしまうのは、あまりにも当然の防衛反応だったと言えます。試合は、大谷の突然の負傷交代という計り知れない衝撃の中で、無情にも続行されます。ドジャースは8回に痛恨の勝ち越し点を許し、1点を追いかける絶体絶命の9回、誰もがもう今日の試合で大谷が再び姿を現すことはないだろうと確信していました。しかし、その予想を完全に裏切る、信じられない光景が目の前に広がります。この回の先頭打者として、なんと大谷が再びバッターボックスへと向かって歩いてきたのです。つい先ほどまで足を引きずっていたはずの男が、何食わぬ顔で、いや、どこか凄まじい決意を秘めた平然とした表情でバッターボックスへ向かう。彼は、自らの身体の痛みを押してでも、チームの勝利のために戦うという選択を自らに課したのです。しかし、これは本当に現代スポーツにおいて称賛されるべき投資だったのでしょうか。それとも、チーム、そして彼自身による、あまりにも危険な賭けではなかったのでしょうか。ブレーブスの絶対的守護神、イグレシアスと対峙した大谷。1ストライクからの2球目、甘く入ったシンカーを完璧に捉えた打球は、猛烈な勢いでレフトフェンスを直撃する三塁打となりました。足の痛みを極限まで抱えながらも、彼は狂気的なまでの激走を見せ、三塁ベースに到達しました。無視三塁、一打同点の絶好のチャンス。彼は自らのバットと、悲鳴を上げる足で、土壇場で勝利の望みをつないでみせたのです。しかし、物語はここで残酷な結末を迎えます。後続の打者が続かず、ドジャースは無得点のままゲームセット。チームの連勝は6でストップしました。最後の奇跡的なチャンスを演出した大谷のあの三塁打は、結果として勝利に結びつかず、彼の肉体への過剰な負荷だけが残る形となったのです。試合後、世界中の多くのファンやアナリストが何度もリプレイで見返したのは、まさに7回のアウトになったあの場面でした。スローモーションで詳細に再生すると、
彼の走り方が明らかに少しぎこちなく見えたのは決して気のせいなどではなく、明確な身体の悲鳴だったことがわかります。レースを駆け抜けた後、左足の着地の際に、体幹のバランスをほんのわずかに崩しているようにも見えました。第一打席での自打球の衝撃が、この最終盤のプレーに直接的な悪影響を与えたことは疑いようもありません。シーズンを通して蓄積された疲労の度合いが極限に達している足に対し、自打球の鋭いダメージが重なり、最後の全力疾走という拒絶しがたい負荷が、彼の身体の限界を完全に突破させてしまったのです。大谷という選手は、いかに身体に多少の痛みや違和感があっても、決してそれを言い訳にせずプレーを続けるタイプの、いわば昭和の気質をも併せ持つアスリートです。だからこそ、彼が自分の口で大丈夫だと言ったとしても、チームの首脳陣やメディカルスタッフはより慎重にその状態をチェックし、時には彼の意思を無視してでも彼を強制的に止める勇気を持たなければならなかったはずです。ドジャースという組織にとって最も優先されるべきなのは、目の前のレギュラーシーズンの一勝ではなく、来る10月のポストシーズンという大舞台で、大谷翔平が完全に万全の状態で躍動できることであるはずです。目先のわずかな勝利のために、未来の無限の可能性やキャリアそのものを潰すようなマネジメントがあってはならないのです。この一件は、現代のプロスポーツ界における根深い問いを私たちに投げかけています。スーパースターの持つ不屈の闘志は、どこまで周囲に尊重されるべきなのでしょうか。チームのメディカルスタッフの客観的な判断は本当に正しかったのでしょうか。そして、7億ドルという巨額を投じられた契約そのものが、逆に選手から正当に休む権利を奪い去ってはいないでしょうか。華やかなホームランや劇的な勝利の裏側で、現代のトップアスリートたちがどれほど凄まじい肉体的、そして精神的リスクを背負いながらグラウンドに立っているのか、私たちはもっと深く知るべきなのです。個人的な視点を述べるならば、今回の出来事は単なる運の悪いアクシデントなどではなく、現代のメジャーリーグが抱えている構造的な疲弊の表れであると捉えるべきです。選手の大型契約化や高額年俸化が進む一方で、年間162試合という過酷な試合数は一向に減らず、遠征による時差や移動の肉体的負担も常軌を逸しています。特に大谷選手のように、投手と打者の両方を高次元でこなす二刀流の選手にかかる負荷は、過去のどの野球選手とも比較にならないほど計り知れません。今回の件は、いわば起こるべくして起きた警告のシグナルだったと見るべきでしょう。この状況は、かつて名門ニューヨークヤンキースの黄金期を支えたデレク・ジーター選手が、ポストシーズンで足首の骨折という致命的な重傷を負いながらもそれを隠してプレーし続け、結果としてその後の選手生命やキャリアを大幅に縮める一因となった悲劇的な出来事を強く彷彿とさせます。強い責任感を持つスーパースターほど、自らの肉体の発する悲鳴に耳を傾けようとせず、チームやファンのためにと無理を重ねてしまう傾向があります。彼らを真の意味で守ることができるのは、現場の無謀な熱気ではなく、冷徹なまでのチームのマネジメントであり、そして私たちファンの無理をしないでほしいという切実な声援なのです。あなたはこの出来事をどう見るでしょうか。大谷選手のこの命がけの行動を、プロフェッショナルとしての極限の責任感の表れと称賛すべきか、それとも周囲が止めるべきだった無謀な判断だったと危惧すべきか。この一件に関する国内外のファンの多様な反応や専門家の議論をいくつか紐解いてみることで、この問題の複雑さがより鮮明に浮かび上がってきます。ある日本の30代男性ファンは、頼むから無理だけはしないでくれ。ファンはホームランの数よりも、君が健康な身体でグラウンドに立ってプレーしてくれることを一番に願っているんだ。チャンピオンリングはもちろん大切だけど、君の選手生命の方が何倍も大切だと、切実な思いを述べています。また、別の40代女性ファンは、7回の全力疾走、本当にテレビの前で心臓が止まるかと思った。あの打球なら誰も文句は言わないのに、なぜ彼はそこまで自分を追い込むのか。彼のそういう真面目なところが好きなのだが、同時に心配でたまらなくなる。ロバーツ監督はなぜ彼をその場で止めなかったのか、と、首脳陣の采配に対する疑問を呈しています。さらに、ある日本のベテラン野球評論家は、第一打席の自打球の時点で、一度ベンチに下げてメディカルチェックを行うべきだった。結果論と言われるかもしれないが、球団の危機管理能力に深刻な疑問を感じざるを得ない。彼はドジャースの大切な資産である前に、世界野球界の手法なのだからと、組織としてのリスク管理の甘さを鋭く指摘しています。一方、
海を渡ったアメリカのファンからは、これが大谷の真の魂だ。彼は決して言い訳をせず、手を抜かない。だからこそ、我々は彼という存在にこれほどまでに熱狂するのだ。今日のあの終盤の三塁打こそが、彼の不屈の精神の何よりの証明だ。私たちは彼を信じて応援し続けるしかないといった、彼の闘志を全肯定する熱狂的な声が寄せられています。しかし、冷静な視点を持つ別の海外ファンは、少し心配ではあるが、彼は非常にスマートな選手だ。本当にキャリアに関わるような危険な状態であれば、9回に自ら進んで打席に立つような真似はしないはずだ。球団の専属トレーナーによる綿密なチェックも受けているに違いない。メディアがセンセーショナルに大げさに騒ぎすぎているだけではないのかと、過度な心配を戒める意見も述べています。また、過去のトラウマを呼び起こされたファンも少なくありません。去年の肘の怪我の時も全く同じだった。少しの違和感をごまかしているうちに、突然の長期離脱へと繋がってしまった。ファンとしては、あの悪夢がどうしても頭をよぎってしまう。どうか、今回は単なる軽い打撲であってくれと祈るしかない日本の20代女性ファン。ABS チャレンジでの不運な三振や、足への直接のボール直撃など、今日は彼にとって本当に不運が重なった日だった。そんな最悪の状況の中でも最後に起死回生の三塁打を放つんだから、やっぱり彼は本物のモンスター級のスターだ。一刻も早く足の痛みが収まることを心から願っている海外のファンといった声も聞かれます。さらに、試合終了後の興奮冷めやらぬ中で、深刻な懸念を口にするファンも少なくありません。正直に言って、9回に彼が再び打席に立った時、湧き上がる感動よりも、底知れぬ恐怖の方が勝ってしまった。もしあの無理な三塁打によってさらに症状を悪化させていたら、球団はどう責任を取るつもりだったのか。チームのその場しのぎの判断は本当に正しかったのか、厳しく検証されるべきだ。日本の50代男性ファンという意見には、多くの野球愛好者が共感するものがあります。このように、大谷の衰えを知らない闘志やプロ魂を心から称える声がある一方で、彼自身の自己犠牲的な判断や、それを野放しにするチームのマネジメント体制に対して強い疑問を投げかけ、その身を心底から案ずる声が国内外から数多く上がっているのです。ここまでの議論を総括すると、今日の話題の要点は大きく分けて2つ存在します。一つ目は、大谷翔平というアスリートが持つ、いかなる時も決して手を抜かない全力プレーの姿勢が、彼の最大の魅力であると同時に、常に大きな怪我のリスクと表裏一体であるという冷厳な現実です。そして二つ目は、チームや球団組織が、目の前の一勝という短期的な勝利を優先するのか、それとも長期的な視点で選手の未来を守り抜くのかという、現代のスポーツビジネスにおける極めて難しいマネジメントの舵取りを迫られているという点です。私たちファンにできることは、彼の生み出す奇跡的なプレーに一喜一憂し、絶やさず温かい声援を送り続けることですが、同時に、時には彼自身に対して無理をしないでほしい、もっと自分の身体を大切にしてほしいと声を上げ続けることなのかもしれません。彼の左足の状態が深刻な大事に至らないことを世界中の野球ファンと共に心から強く願うばかりです。ぜひ、この動画のコメント欄であなたの率直な意見を聞かせてください。今回のドジャースの試合、そして大谷選手の負傷をめぐる一連の出来事について、あなたはどう感じましたか？プロとしての責任感と選手の健康管理のバランスについて、皆さんの考えをぜひシェアしてください。本日は最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次回の動画で、元気な姿でお会いしましょう。